自動車メーカーを転職して大手一金属メーカーでデータ解析をしながら趣味で動画を作っているバレーボール大好きアラフォーの私京介がお送りいたします。皆さんこんな経験ありませんか？会議の場で特に何の準備もしてないのにいきなり上司からそういえばさ、あのテーマの打ち合わせどんな感じだったか話してよっていきなり振られる。今ですかって思いながらもとりあえず話し始める。少々お待ちください。その時のテーマの話は結局まとまらないまま話してしまって、しまいには上司からなんとなく言ってることがわからないな、もっと整理して話した方がいいぞなんて言われてしまう。いやいや、そんな急に振られて話せるわけないじゃないかって思ったことありませんか？でもそこで落ち込む必要はないんです。なぜならこのとっさに説明する力はやり方さえ知っていれば簡単に身につけることができるからです。ということで今回ご紹介したいのは田中孝彦さんが執筆した一番伝わる説明の順番です。ここでちょっと立ち止まって考えていただきたいのですが、説明をする前に自分の考えを伝えたいと相手の理解を促したい、これどっちが大切だと思いますか？ぶっちゃけどっちも大切ですよね。実はこの2つを縦軸に並べて説明の前と後でグラフにしてみると意外なことが見えてきます。今回のように上司からとっさに振られてバタバタ話してしまった説明の仕方の場合、グラフで見るとこんな形になっていませんか？どちらの理解も進まず、結局自分の考えを伝えられなかった、相手も理解できなかったというちょっと残念な結果になってしまいますよね。でも安心してください。この動画を最後まで見ていただければ、このグラフがこのように劇的に改善されるようになります。とはいえ、一つのポイントでいきなりこんな風になるわけではないんですよね。だからこそ今回はそこにたどり着くための3つのステップを丁寧にご紹介していきたいと思います。そしてこの動画が少しでもためになったと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回もストーリー形式でご説明していきたいと思います。登場人物は上司にいきなり説明を振られて毎回大変な思いをしている5年目の企画管理を担当している近藤さんです。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。早速ですが近藤さん、上司からちょっと前の話説明してよって急に言われた時はどう感じますか？そりゃドキッとしますよ。それで頭の中がごちゃごちゃになって、結局自分でも何言ってるのかわけわからなくなって、その気持ちよくわかります。そこで一つ目のポイントは漏れなくダブりなく伝えるということです。漏れなく、ダブりなくですか？はい、これはミーシーと呼ばれていて、漏れなくダブりなくという意味なんですね。この考え方を実践するために一番使いやすいのが 5W1H です。5W1H って、いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どうしたってやつですよね。おっしゃる通りです。それをメモ帳の端の横に書いておくんですよ。そして上司からちょっと前の話説明してよって言われた時は、まずは話の概要を説明しますと言ってから、その 5W1H に漏れがないように説明していくんです。直近上司から説明してよって言われた内容を整理するとどうなりますか？ちょっと待ってくださいね。こんな感じですかね。整理してみていかがでしたか？初めのうちは慣れないかもしれませんが、これならパニックにならず概要を話せそうです。いいですね。そして概要を説明できたら、次は話の中身を話していくことになりますよね。そこで次のポイントが幹と枝をイメージして話すということです。幹と枝ですか？そうなんです。私たちって自分の意見を言おうとするときってどうしても細かい枝の部分から話し始めちゃうんですよ。でもそれを聞いている人は全体像がつかめないんですよね。だからまず最初に全体の結論、つまり幹を一言で伝えてから、その後に理由の枝葉を伝えるんです。今回の事例の場合、幹の部分、つまり話の結論はどうなりますか？結論は、あの会議ではユーザーの声を反映して使用の方向性を大きく見直すことが決まりましたとかですかね。いいですね。これが幹です。聞き手に最初に全体像を届けることができますよね。その後はこの結論に至った理由は大きく3つありますと言って枝の部分を説明していけばいいんです。例えば理由を1つ出してみてもらってもいいですか？
そうですね。まず一つ目は、アンケート結果で使いづらいという声が全体の6割を占めていたことです。これが一番インパクトが大きかったんです。説明してみてどうでしたか？はい。最初にこういう話でしたって幹を出しておくと、その後の情報が整理しやすいですね。そうですよね。ここでのコツは枝を3つに絞ることです。人間って3つ以上のことは大体覚えられないんですよ。それに理由は3つあるんだなって相手も頭を整理しながら話を聞くことができるんです。なるほど。これはとっさに聞かれた時にはなかなかできないんですが、この幹と枝葉のイメージをいつも持っておくと頭の中が整理されてきて、慣れるとスムーズに説明できるようになるんですよ。で、幹と枝葉を意識するためにメモ帳の端に木の絵を描いておくと意識しやすいですよ。今は幹の部分を話してるな、これから枝だなって思えるようになると話がぐっと整理されます。 5W11、幹と枝を書いておくだけで、なんか安心感が高まりますね。さて近藤さん、ここまでで自分の考えを伝えるための整理の仕方はだいぶ見えてきましたよね。グラフで言うとこの状態からこの状態に改善されている感じですね。しかしこれだと相手が知りたいことが改善されているわけではないんですよね。なるほど。そこで大事なのが相手が何を知りたがっているかを考えることなんです。例えば上司からあの会議の話してよって言われた時に 5W11 で抜け漏れなく概要だけ説明します。そして幹と枝の説明をする前に上司にこんな質問をしてみるといいですよ。ご確認ですが、共有すべき内容は会議で何が決まったかでしょうか？このように一度相手の知りたいことを確認するだけでこのグラフが改善していきます。あ、それすごくいいですね。何を求められているのかを確認するって盲点でした。そうですよね。で、もしそう決まったことを教えてと言われたら、幹で決まったことを説明して枝でその理由を説明すれば OK です。もしも説明した後に、で、君はどう思ったのって聞かれたらどうすればいいんでしょうか？そのように聞かれたら、その時はまず感想を幹として話せばいいんです。例えば今回の事例で言うと、正直申し上げると今回の対策は非常に効果のあるものだと思っておりますって感じですね。これが幹です。その上で3つの理由、いわゆる枝を伝えるとより納得感が出ます。この時に何が感想なのか、何が事実なのかをしっかり意識して話すといいですよ。なるほど。事実と感想を切り分けて、どちらを聞かれているかを意識するだけでもだいぶ違いますね。はい。そして根拠となるデータをとっさに全部出すのは難しい場合もあると思いますので、そのような場合は今すぐ正確な数字は手元にないのですがという一言を添えるだけでも印象が変わりますよ。なるほど。それなら無理せず丁寧に答えられそうです。さて近藤さん、ここまでで自分の考えを伝える力、そして相手が知りたいことを伝える力についてお話ししてきました。グラフはこんな感じになっています。そこでさらにこのグラフをこう改善していきたいんですよね。それがステップ3の相手が知りたいことから話し始めて最後に自分の言いたいことにつなげるというステップです。さらにもう一段階あるんですか？そうなんです。ステップ1と2でしっかり整理して話せたとしても、で、君はどうしたの？何か提案はあるの？と聞かれた時に黙ってしまうと少しもったいないですよね。確かに。聞かれた内容だけ話して終わりってことも多いかもしれません。そんな時におすすめなのが前提を伝えてから自分の考えを述べるというやり方です。例えばこんな風に言ってみるといいですよ。まず相手の知りたいことを把握した上で幹と枝の部分を説明する前に、それではこの会議で決まったこととその理由を3点説明させていただきます。また説明の後に具体的なアドバイスをいただけるとありがたいですとか、説明の後にご協力していただきたい内容がございますので、そちらも最後に説明させていただければと思います。というふうに前提を伝えておくと、聞き手が心の準備ができますし、次の行動につながりますよね。なるほど。ここまでのステップをマスターできれば、自分も相手も納得した状態で次のアクションができそうですね。おっしゃる通りです。
これらのステップを意識的に行うことで、急に指名されたとしても緊張せずに堂々と話せるようになりますし、何より聞き手が知りたいことを知った上で次の行動につなげることができるので、仕事の効率もぐっと上がっていきますよね。本日はありがとうございました。慣れないうちはメモの片隅に 5W1H、幹と枝のメモを見ながら説明をしています。また、概要を説明した後には、相手が何を知りたいかをしっかりと質問した上で、事実と感想を混同しないように幹と枝の部分を話して、最終的には次の行動につなげられるような説明ができたらと思います。近藤さん、頑張ってくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。